はい、こんにちは。山下夏美です。9月27日土曜日、オクトーバーフェスト大会デー初日デイ1の映像となります。予報通りサイズが上がり、ハリケーンの影響でどんどん波サイズが上がっていくんですけど、朝一見た時もね、かなり波サイズ上がり始めてるなと思ったんですけど、どんどんそうヒートが進むにつれ大会の波も上がっていった感じです。でずっとね波もなかったから、結構いろんなメンバーと会うのも、そう大会でようやく初めて今年会いましたみたいな人が結構今回は多かったかなっていうふうに思います。しばらく波もなかったしね。大会のねこの日に合わせて波サイズ上がってくれたのはすごいありがたかったですね。この辺はもうウォーミングアップの準備を始めて、大会開始前にウォーミングアップしていきます。その日の砂質波質を確かめながらやる感じでやっていきます。今回の遠征の中ではかなりこの時点でサイズはでかい方だったかなっていうふうに思います。さあビッグのライダーのジョニーサレタと朝カメラ回してましたね。どんどんねこの辺はもうメンバーが集まってくるタイムだったんですけど、これはブラジルのルーカス・ゴメスですね。結構前からプロで出てる選手ですね。だから今年初めて会いました。さあこれはダウンザライナーいい感じ、ナイスラインですね。しっかりバックサイドラップライナートリックをメインでやっていく感じです。でこの日はねもうある程度波サイズあるんで、もうフロントっていう選択肢は基本なくていいかなと思って、基本バックサイドがですねを試していく感じにしてます。ただ大会としてはやっぱこの後どんどん波サイズ上がるにつれて、もう完全グーフィー側有利みたいな波になっていく感じとなります。さあラップこれいいですね。さあテイクオフして、これちょっと2枚重なるから難しいけどしっかりコンプリート、いい感じです。どっちだっかな。この辺からねもうすぐ大会のヒートが始まるので、ちょっとピークをピアの右側のこれでウォーミングアップしていく。今のラップがすごいね。なので大会会場のピアのこの左側の根元と、今ウォーミングアップしてるこの右側とかで結構波質違うので、しっかり両方で練習していくっていうのは必要かなっていうふうに思います。この辺はピアの右側でウォーミングアップしてるけどいいですね。かなり今回の遠征は気合が入ってたのでライディングの調子も良かったです。さあこれはチャドかな、チャド・レッツワース、今年も1回戦で当たる、3年連続オクトーバーの1回戦で当たってくる選手です。これはレジェンドビル・ブライアン、ビルターンですね。日本でも有名なやつ。さあこれのラップはいいですね。さあこの辺からプロも始まりまして、先ほど紹介したこのブルーはビル・ブライアンで、今エアをしてるのがレッドティミガボ。ティミはトリッカーですね、めちゃめちゃ何回も YouTube に出てるかな。さあビル、これはやばいですね、ナイス。さあこのレッドはデン・キャメロン。このね待ってたらこのグーフィー側はねこれが来るんですよね。ピア横はねちょっと波が少し下がっちゃうんですけど、ダイレクトにこのサイズが来るのはやっぱグーフィーの方が良くて、やっぱこれを取れる間ってかなり少ないんですけど、やっぱりこのデンの完成度はすごいですね。さあこのゼッケホワイトはキアヌ・メイスケアかな、同世代の上にデンキャメ、これやばいね。スピナーからラップでサイズはそこまででかくないけどしっかり散りました。このトリックもねラップもできるっていうこのライディングの完成度の高さがやっぱりさすがですね。さあこのレッドはブラジルのジョアオ・ルーカス、今のコンビネーションですね。3ショービットターン最後は
さあゼッケンホワイト、これはインディ・ブライアンかな、ビル・ブライアンの息子です。さあジュアオ、これかなりねうまいですね。このヒートあたりかな、次のヒートぐらいまでかな、結構レギュラーの波がバンバン入ってたんですけど、だんだんやっぱりグーフィーメインになってきます。これがね、レギュラーがまだこの時間はね結構メインで来てる感じね。さあメンバー変わりまして、ゼッケンレッド、これはメキシコのジェラルド・バレンシア、2021年の UST チャンピオン、さすがのラップですね。このゼッケンホワイトは先ほど話したルーカス・ゴメス、ブラジルのライダー、うまいですね。さあブルー、これはエクサイルのライアンワードです。さあテイクオフして、この1ジェラルドさすがですね。ここしかも最後走ってくる。さあルーカス・ゴメスダウンザライナー、いい感じですね。ただ4人の時が分かんない。この辺はねちょっと波ちっちゃい感じであんまり来てないですけど、しっかり乗ってきてるジェラルドさすがです。さあメンバー変わりまして、ゼッケンレッドザック・ヘンダーソン、ナイスだ。ゼッケンホワイト全面スキャン多分。さあこれからですね、はい、僕のヒートも近くなってきたのでウォーミングアップしてきます。そう1回戦の中で僕結構後半ヒートだったので、最初ライブで軽く解説して途中からウォーミングアップしていきます。かなり気合いの入ってる感じだったので、僕自身ライディングの調子もまあ悪くはないかなって感じでした。これメイソン・ブルーサード、ザップのライダーですね。テイクオフの砂質とかもしっかり分かってきたんで、うまく回したりね、これとかすごいですねをうまく調整して、こうテイクオフもアウト狙ったりとかね、モンキークロールやりながら、これ最後決めきりたかったけどもったいない。さあテイクオフインサイド、これいいですね。ちょっとサイドウェイいらなかったかもしれないけど、しっかりスプレーターンでラップコンプリート。この辺からもうヒート直前になってきたので、波チェックですね。会場のしっかり波を確認しながら、自分がどの辺を狙うかを考えてます。これはざっくりボーンかな、ホワイト。さあもうビブスを着て、はい、この辺はヒート準備してます。さあじゃあメンバー紹介っていう感じで、グレーが自分で山下夏美で、見えてるブルーが同じビッグのライダージョニー・サレタで、先ほど紹介したまだちょっとビブス着てないのがチャドで、ホワイトがジョン・ウェバー、同じビッグのライダー、元祖アウトライダーじゃないかな、直近だと。僕がモンキークロールをやり始めた見本になった選手ですね。かなりこの1回戦はね、全1回戦のヒートの中でも優勝候補しかいないっていう風にみんなクレイジーヒートだってみんな言ったヒートだったので、ここ勝ち上がってしっかりね2回戦進めることが重要かなっていう風に思ってやっていきました。さあ先ほど、はい、ヒート始まりまして、プライオリティがないから僕が一番最初にとりあえず走りました。その時は僕が一番最後だったので、ここで自分のプライオリティ使ってここまで行きました。ラップラインでジョニーも1イって決めて、これは2人とも結構点数ついてました。これは決めきりたかったです。さあこれアウトいったけど、これ刺さっちゃってね、もったいないですね。これプライオリティ使ってフロントラップいきました。ジョン・ウェバーがバックサイド狙ってたんですよ、グーフィーで走らせないようにフロントラップ狙ったけど、ちょっとコンプリートはできなかった。でね、これねプライオリティなかったんですけど、僕のラインに誰もいなかったので邪魔するラインじゃなかったのでしっかり乗って、これがヒートベストスコアついたんですけど、まだ逆転できてなくて、この時にでこの最後のこの1本でね、なんとか逆転して2抜けで
ラウンドアップすることが多分勝ってるはずできました。に最後ものすごいラップ大接戦で1回戦の中でも波が相変わらず毎年のごとく来なくて僕はかなり大接戦でそう全員の点数が競ってたんですけど早かったらもう1位がジョニー・サルタ2位が山下夏実3位がジョン・ウェバーで4位がチャドっていう感じでただ1位から4位まででね1点差ぐらいしか点差がつかなかったのでもう大接戦っていう感じでしっかり勝ちきれたの良かったですねこのメンバーで全員優勝候補の中でしっかり2位抜けでしたけど最後の1本で逆転できたのがすごいでかかったかなっていうふうに思いますビッグの初めてアマチュア投手でチャドに勝ったのが初めてだったしチャドは2025年のビッグ直前の大会優勝してたんで、かなり調子は上げてたライダーだったでジョン・ウェバーももう大会で昔から優勝してるライダーだったのでそのメンバーとかと勝っててよかったかなっていう戦ってね勝ちきれたっていうのはすごいよかったんじゃないかなっていうふうに思いますこの辺はヒート終わってねそうジョニーがね結構プライオリティ持ってる時にやっぱ狙ってる波が実はジョニーと僕結構似てるのでプライオリティ持ってる時にだいぶ張り付かれてたんですけどそれを謝られましたヒートだから気にすんなっていう感じなんですけどさすが紳士ですねジョニーはこのビッグライダー2人で上がれたのはすごい良かったなでここからねちょっと時間が空いたので休憩しながらその波とかを見ていくっていう感じです2回戦がそう夕方予定だったんですけどこの辺からねそういきなり予定が昼過ぎに変わってるっていうことでちょっと準備し始めてます、海外大会あるあるですねでウォーミングアップしてますこれピア右どんどんサイズ上がってますこんな感じでこれ決め切ったらかっこよかったねただ今の1本でだいぶコツをつかんで実は次のライディングがすごい良かったんですよねおそらく遠征の中でも多分ベストライドぐらいなこのエアドロップ、この瞬間だけで言えば多分大会会場より盛り上がってましたねおそらくベストライドだったかなっていうふうに思いますこの感覚がね今年ようやくつかめてアウト取る、取って帰ってこれる来れないは別としてもうターンして合わせるっていう部分までこの距離で合わせられるようになったねかなり大きいかなと思いますプロの中でもかなりトップレベルでアウトを狙えるようになったかなっていうふうに思いますこのアウトをやっぱ取るに長けてるのは先ほど紹介したデンとかあとは1回戦戦ったジョニー・サルタジョン・ウェバーあとはチャドでそのライダーが特にやっぱりあとはジェラルドとかレオ・フレイタスブラジルのライダーですけどその辺のライダーがかなり長けてるかなと思いますさあ2回戦戦うデン・キャメロンですねこれは2回戦メンバーもちょっと後でちょっと紹介しようかなと思うんですけどこの辺はもうそれ2回戦ですねそのヒートに向けてウォーミングアップしてますやっぱ先ほどアウトを取れた感覚があって結構もうこのラインとかもうしっかり取ってねこれとかもよくコンプリートしましたね、かなりいい感じに調整ができてる感じですそして2回戦戦うのがレジェンドビル・ブライアンですビル・ブライアンデン・キャメロンビル・ブライアン自分っていう3人ヒートになります同世代トップライダーのデンとレジェンドですねビル・ブライアンとの3人ヒートで2人上がりとなりますかなり僕自身の調子も良かったのでねいけるんじゃないかなっていうふうにはそう思ってました気持ち的にも
さあヒートが始まります。でかなりねサイズも上がり始めてて、グーフィーメインな波になってきてましたね、この時点では。最初の1本目でこのラップをしっかり取れたのは結構大きかった。でそして2本目でそうこれも取れたのが結構大きかったかなっていうふうにしっかり最初に2本やっぱ揃えられて、で3本目でちょっとチャレンジしてこの辺先ほどの感覚のアウトとか狙ったりみたいなのもしたんですけど、ちょっとさすがにこれは取り切れずって感じで、やっぱグーフィーの方がね確実に面が残ってましたね、この辺りの時間は。だからちょっとこれとかピーク左側に動いたんだけど、ちょっとこれはコンプリートできずで3本目がねちょっとなかなかパッとしない状況が続いてて、この時点でかなり電が突出して取っちゃってたんですよね。でこれがちょっとプライオリティがない状態でインターフェアになってしまってて、最終的にちょっとインターフェアになったんですけど、この時点ではちょっとまだ決まってなくて、まあ、気にせずというか、まあヒートは続行されてたんですけど、やっぱちょっと多少動揺はあったので、ちょっとこの辺ライディングがいまいち決めきれずで、ずっとレーンが3点差ぐらい取ってビルと僕で競ってたんですけど、これちょっと見切れちゃったんだけど、これかなりライディングがすごい良くて、これの1本で最後逆転してビルに僕が2位という形になりました。そう今のライディングはね、そう大会の Day1 の映像とかにも使われたぐらい結構良かったんですけど、今のが最後逆転の1本になって、レンがもう3点差ぐらいでもうぶっちぎりでちょっと取っちゃってたんですけど、僕がここで2位っていう感じになりました。でただね、先ほど言った通りちょっとインターフェアあれが決まってなくて、この時次のヒート始まらないぐらいだいぶ長い審議をジャッジでも行ってて、ちょっとこの辺の詳しい話はね、不良の事故はどうなの？今度メンバー限定の動画で喋ろうかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、この時点まだ決まってなかったんで、みんなそうこれはティミーがそう次のヒートなんだよねみたいな話をしてたんですよね。僕とティミーがそう同じヒートみたいな話をしてたんですけど、ちょっとここでね、そうずっと審議の時間が長くて、最終的にちょっとインターフェアが認められちゃって、ここでペナルティで3本取りがそう1本減点されるよっていう、ベスト3は取らないでベスト2になっちゃうよみたいな感じのルールになるんですけど、サーフィンと同じルールかな、その辺は1本削られるっていうので、その結果ね、そうちょっと点数がやっぱり足りなくて、これは審判長のデビッド・ハーフリンがわざわざ説明しに来てくれて、まあ、この時ちょっとまだ決まってなかったけど、そうなる可能性が高いよっていうふうに言われて、まあ、最終的にちょっと3本で敗退してしまった形です。ちょっとね、本当にもったいない負け方しちゃってね、応援してくださった皆様、いや、本当に申し訳ない。ただ、日本人がね、レジェンドビル・ブライアンに点数で勝つっていうのは今までなかったので、確実にああいうアウトの波とかも取れてるし、まあ、その辺はね、今後の日本人ライダーのトップ層がね、もっとこういう場にチャレンジしてくれるきっかけは作れたのかなっていうふうには思います。この辺はね、最後フリーライディング、もう大会敗退が決まったので、積極的にもう攻めていってます。もう次の日の大会もないんでね、かなりそうアウトとかも攻めて、えぐいやつを攻めていく感じで。さあ、これでかいね、かなり。さあ、エアドロップ。コンプリート。ナイスですね。やっぱり先ほども言いましたけど、このアウトの感覚取れるようになったのはすごい、今回の遠征の中で一番大きかったかなっていうふうに思います。トップ層と変わらない、この距離感、コンプリートっていうのをね、乗ることがね、分かったので、今回ので。それはすごい良かったかなというふうに思います。そう確実にそう決めきれなくても、このターン回せる位置までは来てるので、この辺はちょっともう風強くなってきちゃってね、波面よれてきて難しくなってるんですけど、ただこの感覚取るのもやっぱり実際この場に来ないとわからないことなので、やっぱりこの
場に行ける機会を作ってくれたね、山下夏美講演会の方々やスポンサーの皆様とか、あと YouTube のリスナーのね皆様の応援があってこそね、この場で自分が活動できてるかなっていうふうに思うので、本当にありがたい限りです。少しでもちょっとその辺はね伝わるように、僕がね得た経験とかその知識技術っていうのはね、この YouTube の場でもうできるだけ発信していきたいなと思ってるんで、そう今後も良ければ応援よろしくお願いします。あとは、今回ちょっとプライオリティのそのインターフェアで負けたっていうのもあるんですけど、その辺のちょっとルールとかもね、ちょっと今度なんで負けたのかとか、大会展開的なところをねもうちょい詳しく今度メンバー限定とかで喋ろうかなと思ってるんで、山下夏美の活動を応援するよって方はメンバーの方に入っていただいて、その辺の技術とかもその分は喋ろうかなと思ってるんで、今回喋れなかったのでぜひそちらもご視聴よろしくお願いします。一応今回大会のね映像は終わってしまうんですけど、大会 Day2 のフリーライディングの映像と先ほど喋ったメンバー限定の動画であと2本ぐらい海外遠征編を作ろうかなと思ってるんで、変わらずね今後もご視聴よろしくお願いします。かなりフリーライディングいろいろできてね、今回感覚的に結構いいことが多かったので、テイクオフとかアウト取る感覚とかね、これを今後もっと活かせていけたらいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回ちょっと喋れなかったこととかもね、次回の動画とかでも喋っていきたいなと思ってるんで、ぜひその辺もねご視聴よろしくお願いします。良ければね高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。